こんにちは、ギークインボックスの佐賀です。最近、プロベーシストの皆さんって、5弦ベースめちゃめちゃ使ってませんか？なんか例えば、自分が好きなアーティストの曲コピーしようと思ったら、5弦じゃんみたいな。タブ譜5弦じゃんみたいな。5弦ベースって最近すごく広まったと思うんですよね。この前、Twitter でアンケートを取ってみたんですよ。次にベースを買うとした時に、5弦ベースは選択肢に入りますかっていうアンケートを取ったんですけど、過半数が5弦ベースも選択肢に入れて、次のベース探してるっていうことでしたね。アーティストすごく5弦ベース使ってるけど、なんでそんなに5弦ベース使ってんのよっていう話ですよね。今回は5弦ベースのメリットとか、こういうとこいいよねみたいな話をしたいなと思います。まず一つ目のメリットが音域の拡大ですね。普通の4弦ベースって E までしか出ないです。はい、ここまでしか出ないです。でもロー B があることによってさらに E のここ E フラットのここ、D フラット C B、ここまで下がってこれるんですよね。最近音楽性がすごく多様化してて、昔よりもいろんなキーが使われるようになりましたよね。ちょっと前はコード3つ覚えれば音楽できるよみたいな感じでしたけども、今はね、もう E フラットだなんだってすごくたくさんあるわけですよ。そういう時に例えば B フラットキーとか E フラットキーとかでも難なく音楽をこなせるっていうのがやっぱり5弦ベースのすごく大きいメリットの一つなのかなと思いますね。例えばこういう進行があったとするじゃないですか。はい。で、これ4弦ベースで弾くとこんな感じになると思うんですよね。はい。これも全然いいんだけど、じゃあ5弦があるとどういう風に弾けるのかっていうことですよね。ちょっと弾いてみますね。はい。こんな風にもう一個低い重心のところでベースをプレイできるんですよね。よりグッと重心を下げたヘビーなサウンドにもできるし、そういう選択肢が持てるっていうのはすごくいいポイントなのかなと思います。2つ目のポイントなんですけど、プレイアビリティの高さですね。これは一長一短結構あると思うんですけど、あえて押したいなと思います。これが何がいいかっていうと、音楽的にやっぱ瞬発力がすごくあると思うんですね。高まるっていうか、何についていってるかっていうと、縦のポジションの多さなんですよね。同じポジションである程度弾けちゃうわけですよ。F、E フラ、B、C みたいな。これが例えば4弦ベースだともうちょっとこう弾けるけど、だったり、こうちょっと違ったけどねちょっとなんかこう上の方に考えていったり横の方に考えたり選択肢が少し多いなって思うんですけど、ロー B がある場合はもうすぐそこに次の音があるよねっていう風になんか僕はちょっと思ってますね。 E があったらすぐ E フラットがあって、すぐ D があるよ、すぐ C があるよ。でも C こっちにあったり、E フラットここ使おうかこっち使おうかどっちにしようか、なんかそういうところで瞬発力を持てるっていうのがこのベースのすごくいいところの一つなんじゃないかなと思いますね。これはちょっと僕の個人的な感想なんで、いやいや俺は別にそうじゃないけどねっていうミッションいっぱいいると思うけど、例えばこれが譜面見ながら弾かなきゃいけない時とか結構重要なんじゃないかなって思いますね。考える時間をできるだけ減らせるっていうのがこの楽器のすごくいいところの一つなんじゃないかなと思います。例えば3弦をルートにして4弦を使うリフがあるとするじゃないですか。とかみたいなのとかね。こういう場面って4弦がルートになるとそのリフ使えないんですよね。でもロー B があれば4弦をルートにしてもそういうの使えちゃうわけですよ。例えば A のキーで
か、あとはよく出てくるベースラインで下の5度を使うパターン、さっきみたいにこう下の5度を使う時とかも4弦ルートにしてそれできちゃいますよね。はい、そういう風な選択肢の幅が広がるっていうのがこの5弦ベースのいいところの一つなんじゃないかなって思ってますね。3つ目にお話ししたいのがサウンド、音質の違いですね。4弦ベースと5弦ベースって結構違うんですよ。ネックの質量だったりピックアップの大きさも違うし、どっちかっていうと5弦ベースの場合はちょっとダークめなサウンドになることが多いですね。ちょっとタイトな、例えば現代のちょっと音数の多いアンサンブルとか動機がいっぱい入ってるとか、ちょっとギターがヘビーだとか、そういった中でベースのサウンドをグッとこう押し出すのにこの5弦ベースならではの音っていうのはちょっと有利な時もあるんじゃないかなと思います。サウンドが違うっていうそれだけでメリットでありデメリットでもあると思うんですよね。4弦ベースの音は出ないですしね、やっぱり。でも5弦ベース特有のサウンドが有利に働くアンサンブルっていうのも必ずあると思います。アーティストのインタビューとか見てても結構そういうこと言ってる人いますよね。5弦の方がやっぱヘビーなサウンドだから同じ E 弦でもね、だから使ってるんだよみたいな人やっぱりいるので、そこら辺も含めて選択肢の一つとして5弦を持てるのはすごくいいんじゃないかなと思います。ここまで3つのメリットをお話ししたんですけど、当然メリットばっかりじゃないんですよね、このベースって。例えばね、弦が高い。エリクサーだと4弦のセットと5弦のセットでだいたい1000円ぐらい違うんですよね。3ヶ月に1回で1000円なんで、そんなに大きくはないかなと思うんですけど、とはいえね、やっぱ心持ち違うよね。高くね弦みたいな。そもそもベース高いのにね。ブリッジとかピックアップとかもやっぱり4弦に比べると高いんですよ。大量生産できないっていうのもありますし、単純に素材を使う量も多いですよね。その結果何が起こるかっていうと、本体も高くなっちゃうんですよ、4弦より。だから4弦に比べると結構割高だなっていうのはすごく印象あるかなと思います。あと選択肢があんまりないっていう問題もありますよね。4弦だとなんか6色から選べるけど、5弦だと3色しかない、しかも在庫してんのは1本しかないですみたいな。じゃあそれいろいろ弾いて自分にぴったりくるやつを見つけることっていうのはなかなか難しかったりするのかなっても思いますね。そういったところはやっぱり4弦に比べるとまだまだデメリットかなと思います。でもね、以前に比べたら5弦選択肢増えてるし、値段もだんだん安いのでいいの増えてるので改善され始めてるんじゃないかなと思います。あとたまに聞かれるのが、初心者でも5弦ベース買っていいんですかっていうことを聞かれるんですよね。率直に答えるといいんですよ。初心者でも5弦全然買ってよくて、いやだってさ、ギターって6弦だしハープはどうなのとかね、なんか4弦も使いこなせてないのに5弦なんでいや全然買えないですとかいう人もいますけど、全然関係ないので買っちゃってください。それよりもやっぱり自分が憧れてるアーティストとか、何のためにベースを始めたのかとか、こういうプレイしたいんだよねとか、そういうのを満たす楽器をゲットすることの方がはるかに大事なんじゃないかなと思いますね。なんで自信を持ってというか、特になんとも思わないで普通に5弦ベース6弦ベースっていうのも選択肢に入れてみてほしいなって思いますね。そんな感じで5弦ベースのメリットとか、特徴についてちょっとお話ししました。僕のね、先輩が5弦ベースをずっと使ってて、学生の頃っていうかもっと若い頃から彼に憧れてきたから、僕自身もね、結構5弦ベース買ったんですよ。10本とか20本じゃないぐらい買ったと思うんですけど、その中でロービーってどうやったらなるんだろうなとか、ロービーなるけど E 弦めっちゃしょぼくないとか、結構ね、悩んだし研究もしたんですよね。別にそんな僕は大きい活動してないけど、スタジオでやっぱなんか2弦が全然抜けないんだけどなとか、ピックアップこれだとなとか結構研究してて、今回お話ししたのはその一端というか、ちょっとでもね、僕が十何年か悩んできたことが伝わればなと思います。伝わればっていうか、悩んできた結果が伝わればと思いますね。調整とかも結構頑張ってやってるので、よかったら来てみてください。うち来てくれれば5弦ベースこうやったらなるよとか全然教えられるので、あとね、動画でもね結構出してるんですよ、セットアップについて。ここら辺も参考にしてみたら、自分でも自分の5弦ベースとか、4弦ベースももちろんそうなんですけど、より良いセッティングで弾けるんじゃないかなと思います。僕
加湿されすぎとか除湿されすぎとかそういう環境にめっちゃ弱くて、自分の部屋に空気清浄機と加湿器と除湿器置いてるんですよ。めっちゃ多いでしょ。これもうちょっとなんとかなんないのかなと思って、邪魔じゃん、そんな3つもあったら。これ1個にまとめろよと思って、で調べたの、この前あったんだよね。加湿除湿空気清浄機がやばい、加湿除湿空気清浄機がね、しかもねシャープだっけ、プラズマクラスターのやつ、あれがあって、でなんかね価格 .com のカテゴリー見たら2種類しかなかったのよ。マジでそれしかないのと思って、確かねなんか5万円ぐらいしたんだけど、全然いいじゃんと思ってそれ買ったの。それが届いたんだけどね、マジでくっそでけえのよ。マジででかい。3つまとめたのよりちょっとでかいんじゃないかぐらいでかいのよ。でもなんかでかい分15畳用とかなのね、多分10畳ぐらいしかないのにでもめっちゃいいよそれ。ピッとしといたら勝手にいい感じにしてくれるから、マジで超おすすめです。アフィリンク貼っとくから買ってくださいそんな感じで今回の動画もし面白いなと思ったら、ぜひぜひいいねボタンとかチャンネル登録とかしてくれるととっても嬉しいです。以上、ギークインボックスの佐賀でした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、インスタ、Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。